こんちは。4G を自由にプレイ、パート4です。今回は100年ぶりに発掘片手を担いで使えるか使えねえかを判断していくよ。嘘なんですけどね。普通に動画で片手使ってました。それで、武器はこれですね。青発光のギルタナスです。純倍率、津村氷にスロさん。カタログスペックはかなり高いね。属性と色も合ってて、片手の中では一番のお気に入りだ。問題は、片手がギルクエで通用するかですが、やっていきましょうか。で、相手は、これだ、バサルアラー。バサーであれば属性が有効だし、相性は良さそうですね。スキルは、高耳をベースに、対ラージャンで耐震と回避性能が入ってるよ。もともと組んであった総中根用の装備ですね。火力スキルが弱得だけなのがちょっと不安です。いつもは癒し枠のラージャンだが、体験以外は相性いいとは言えないからな。せめて極限はさらっと解除できてほしいけど、片手を信じるぞ。体験や総中根ほどでないですが、純粋な TPS は悪くないはずですからね。怒ったね。体験に慣れてるとちょっと遅く感じるが。あっちは一撃で怒り移行ですからね。片手に限らず体験と比べちゃいけませんよ。その代わり、片手には機動力があります。ほら見てください。見てから納刀ダッシュ余裕ですよ。これは、納刀術つけた体験でもできるくないか。まあ、生存力は確かに高いけどさ。さあ、とりあえず殴れるうちに殴っておくぞ。進撃切れるとだるいからな。極限解除はモーションチーゾンですが、解除値の蓄積はどんなもんでしょうね。とりあえず開始1分で感じたことだが、ヒットストップがでかすぎて邪魔だな。片手は一発一発入力しないといけないから、かなりもさっとしてるように感じる。とりあえず石1個で解除はできました。最低限の火力はクリアしています。ただ、今話にあった通り、ヒットストップは気になりますね。双剣は武器種自体のヒットストップが軽減されてるし、総中根はワンボタンで2、3発攻撃できたりするからね。片手はそれがないから、連続攻撃の入力がちょっと大変だよ。これのせいで、微妙に手数足りてないんですよね。古参の手数武器みたいな顔してますけど。片手は良くも悪くも MH4 で完成されてたからね。双剣の強化で水を開けられた感あるな。双剣は突進連鎖があるのが大きいですね。あれは SE も豊富で手数が出ます。片手にも突進切りはありますが、出が遅く手数が少ないです。SA 不足も片手使う上での悩みどころかもね。突進切りから入れば数秒付与されるんだが、突進切りって動いちゃう上に攻撃の発生が遅いから定点では使いづらいんだよね。SE に関してはラージャー戦で特に感じますね。振り向きでいちいちこかされるので。画重視骨格はどうしてもね、足削りで固められるとシンプルに危険だよな。さて、ラーは投機効果してますね。後ろ足が柔らかくなるので転倒が狙えます。この武器、割と強いスペックではありますが、肝心のダメージはどうでしょうね。まだ、ひるみらしいひるみが見れてないのが結構不穏ではあるね。体験ほど足ひるみが重要なわけではないが、単純に時間かかるのは嬉しくないからな。この時代はジャストラッシュとかないですからね。まとまって火力を取るのが難しいです。それで言ったら総中根もないけど、あれと比べるのは酷か。通常コンボがすでにラッシュ級の威力だからな。総中根との比較で言えば、片手はマシな方ですよ。ダチとスラークはどうなっちゃうんですか。あの二つは、総中根がどうっていうより、あいつら自身の問題な気がするが。ともかく、MH4G の武器種全体で言えば、片手が上位にいるのは間違いないだろうね。生存力はちゃんと高いですからね。いざとなれば、盾もありますし。ガード性能が低いので、ガードした方が危険な場面も多いですが。ワンチャンフレーム回避狙った方が逆に生存できたりね。しかしここで最極が入ります。進撃が切れてるのでちょっとだるいですね。つうか、1回目の解除で取れたの、最後の最後での足ひるみ1回だけかな。大丈夫かこれ、長期戦の匂いがプンプンするんだが。どうにも何回か吸われてましたし、昼道が分散してたと考えれば。なんだかんだ20分くらいと思ってたんだけど、ちょっと厳しそうだな。一応、我々の発掘片手の中でナンバーワンポイントを持ってきたんですがね。火力を取るのであれば、対象でなく続撃をつけるべきだったでしょうか。火力だけなら合撃だけど、効果時間的に解除に影響出そうだしね。最極でも石2個で解除しきれるかな。エリア移動が心配ですね。このクエでは5分ちょっとで最初の移動になるはずです。
あと1分ちょいで移動のはずなので、石2個目に被っちゃいそうですね。とはいえ、度がないわけにもいかないからな。なんなら、このエリアで解除しきりたいぞ。頑張りましょうね。開始5分で片手のネガキャンしかしてませんから。このままだと片手ファンに後ろから突進切りされますよ。どうだろう。片手好きな人ってなんか温厚そうなイメージあるんだけど。わざわざこんな地味な武器使う人が派手な行動しないでしょ。ネガキャンどころか直接ディスが入った。なんとなく分かっちゃうところもありますけど。これは昔からだけど、武器種ごとのプレイヤー像ってなんとなくあるよね。たちはキッズが多かったり、双剣はイケイケだったり、ランスは我慢強いみたいなイメージあります。全員がそうではないことは重々承知していますけどね。新作が出ても、最初に手に取る武器種は固定されてる人多いだろうしね。武器種が分かれば使い手もなんとなく分かるのは、なくもない話だと思うわ。我々は大体チャークかガンスですが、アイスボーンではハンマーで進めましたね。基本的に好きなのはチャークなんですが、体験版の使用感で他武器に渡ることも全然あります。ワイルズも一応チャーク持つつもりだけど、オープンベータの感じだとちょっときついかな。移動しましたね。石の時間が気になるので、すぐ追いましょう。で、我々の持ち武器の話ですけど、ワイルズのチャークはやはりきついですか？今でもチャークを持ちたいのは、なんとなく 4G のチャークを追ってるところがあるんだよ。ただね、作品を追うごとにやることが増えすぎてて、ワイルズではいよいよ手に負えなくなったと感じてる。火力を出すなら小野強化一択でしたけど、立ち回りに組み込まないといけませんしね。その点、サンブレは比較的わかりやすかったですね。火力の調出か、安定の小野強化か。小野強化に加えて、傷口や瓶強化の管理もあるからね。もはや 4G とは別物だよ。小野強化のガリガリ自体は楽しいんだけどね、ケアする要素が多すぎて、ずっとそわそわしてる感じ。もちろん、4G の仕様のままでは、現代のモンハンに合わないことは分かってるんですけどね。どうしても、シンプルに強かった頃のまま、進化して欲しかったと思ってしまいます。その代わりと言ってはなんだが、試しに持ったガンスは素晴らしかったね。移動なぎ払いからの流行フルは、あれ考えた人天才ですね。その後の連想流行も言わずもがな。流撃砲周りの調整も素晴らしいね。あんなん全員使いたくなるわ。こういう既存の要素を使いやすくする調整がチャークにも欲しかったんですよね。チャークをメイン、ガンスをサブで考えてますが、ストーリー途中に入れ替えるのが濃厚になってます。言って、なんかピンチなんですけど。立ち回り自体は余裕あるんですけどね、ちょっと火力を出すために焦ってます。最極はすんなり解除してましたが、どのくらいで終わるんでしょうね。やっと終わった。なんと、ラー1匹に15分近くかかっております。これはさすがに想定外。相性問題もありますが、単純に火力が足りてませんね。まだバサルがある。ラージャンよりは相性がいいはずだ。気を取り直して向かうぞ。さあ、それでは後半戦行きましょうか。しょっぱなに恐竜化しているのは気になりますが。これやっぱり、続撃の方が早かったかな。どうなるかわからないけど。でも、ラーの最強とか、対象で時間ギリギリだったしな。進撃と合わせる場合、対象にしても、使用負荷の時間を潰すことは不可能ですからね。続撃は、再使用は短いものの、効果時間自体も短いので難しそうです。となると、あとはスキルの最適化と、立ち回りの見直しくらいしかないか。ラージャン戦、調子悪くはなかったんだけどね。転倒ひるみも後半は割と取れてたし。普段が体験だから、そこと比較しちゃってるのはありますけどね。反省は後でもいいか。まずは目の前のバサルに集中しよう。腹下に潜って手数を出せるから、少なくとも大剣よりは相性良さそうだな。もう恐竜化解除できましたね。大バサルは希望がありそうですよ。いいね。氷属性もバサルの方が生きるだろうしな。破壊後の腹は物理50の氷35です。めちゃくちゃ柔らかいですね。どうでもいいけど、腹ってバサルよりムラビの方が柔らかいんだな。破壊の前も後もそのようですね。肉質だけを見るとバサルの方が硬いです。体が小さいのでその分密度が高いんでしょうか。それにしてもザクザク切れるね。これは気分がいいな。双剣ならもっと気分が良かったんだろうか。またネガキャンしてる。片手も気分がいいっていいじゃないですか。
それに、双剣で良かったとしても、我々は氷双剣を所持していません。まあね、生産双剣ってろくな氷武器ないからな。クシャル武器の枠が相続性ですからね。総中根のサムドラみたいな武器があれば。相続性にしても、ビルマックスは倍率が低すぎるな。なんだよ250って。他の武器種では、だいたい270くらいありますね。双剣だけ妙に低くなってます。4G で氷属性の乱舞を見られるのは、なかなかレアかもしれませんね。手数武器で火力を出すには、やっぱり攻撃属性欲しいね。状態以上も強いは強いけど。ソロでは寝かすだけ、まひらせるだけでは火力が伸びづらいですもんね。片手輸双剣は氷属性の価値が特に高くなっています。この片手も、引いた時は嬉しかったんだけどな。いざ使ってみるとこんなもんか。ネガキャンがどうのと言いましたが、これが双剣であればガチ武器だったでしょうね。武器種が選べていれば、ってのは今更すぎますか。武器種を選ぶといえば、ワイルズでも似たようなエンドコンテンツが出るらしいね。アーティア武器でしたっけ？文字だけだといまいち仕様がわかりませんが、ライトな発掘武器っぽいものだというのは、なんとなく感じています。マムとか赤竜武器みたいな感じなのかね。個人的にはガチャ要素は深いとありがたいが。どのくらいのランダム性や性能があるんでしょうね。さすがにアーティア一択にはしないと思いますけど。発掘でいう準ゴールくらいまで行ってもらいたいな。あくまで生産と使い分けられる範囲で。強弱っていうより、生産ではできないプレイができるといいよね。アーティア武器以外にも装飾品ガチャもあるんですっけ。エンドコンテンツは比較的多そうで嬉しいですね。だね。結局最後はガチャしかやらなくなるしな。周回する意味を与えてくれるのはありがたい。エンドコンテンツは多少尖ってるくらいがちょうどいいと思うよ。ちょっと議論になるゲームの方が長く遊ばれたりしますもんね。その最たる例が 4G だと思っています。まあ、ちょっと尖りすぎではありますが。これいつも言ってるけどね。10年経って普通に遊ばれてるってすごいわ。さて、移動して、もう20分張りに突入しています。当初の計画からはだいぶ乖離していますが、バサル戦の感触自体は悪くありません。やってることは先行投げて腹切ってるだけだからね。よくひるむし、攻撃を避けやすいから安定性もある。この生存力は確かなメリットですね。体験だとダメ中に尻尾が来るとどうしようもありません。双剣の乱舞もしかりね。一発一発が独立してる片手の強みだな。お、また移動したぞ。これさすがに休眠入ったんじゃないか。弱ってたら熱いですね。追いかけて爆弾使いましょう。よし、これで決めるぞ。はい、6巻。次も一撃でどうか。あ、終わりませんでした。爆弾では届かなかったようです。嘘でしょ。ああ、終わった終わった。25針だけは回避できたか。タイムはギリギリ24分いかないくらいでした。体験だと20分以内には終わるので、遅いですね。やはり私の手では片手を救うことはできないのか。めっちゃ遅いわけでもないんですがね、片手を使う明確な理由を示すには至りませんでした。仕方ない。とりあえず報酬でもチェックするか。レア9以上の体験なし。畜生、せめて期待させてくれよ。ほい、というわけで片手を救おうとしたけど、あまり救えなかった回でした。片手剣好きの皆様、申し訳ありません。さすがに片手下げが過ぎました。振ってる分には感触悪くないんだけどな。あと一歩派手さが欲しいというか。チャンスを生かしきれてないのが、どうにももどかしくありましたね。また、リベンジする機会を取りたいものです。ほいじゃ、次の動画で。またね。